皆さんこんにちは、ズーです。今回はともこれの島作り動画です。X で反響の大きかったビタミンカラーの公園を作っていきます。そしておまけとして別のカラーリングも作ったので、ぜひ最後まで見てください。必要マスは横10マス、縦7マスの70マスです。ただメインとなるのは 7×7 の範囲に凝縮しているので、左側30マスはおまけというかプラスアルファだと思ってもらっていいです。そしてわかりやすいように左上から順当に番号を振りました。この番号にのっとって説明していきます。さらに真似しやすいように普段やっているような作り方ではなく、地面、家具、植物、柵、最後に木の順番でカテゴリー別に配置していきます。まずは地面です。真似する方はこの画面の通りに真似ていただけたらと思います。ベースは芝生で地面の密度を出すためにクローバーを多めに混ぜています。クローバーは1マスから少し多めにはみ出たモコモコ型になるので、人工的な地面より個性的な形になります。そして曲がりくねった道や剥げた地面を砂場として砂を4マス敷きました。あとはアイテム工房で作った地面を使っていますが、こちらは縁石付きの木の道や土の道で代用してもらえたらと思います。次は家具を置いていきます。まずは住民がコミュニケーションを取る場が欲しいので、15にパラソル、16、17、26、27にかけてテラスベンチを設置。そしてさらに公園らしくしていくために28、29、38、39にかけてシーソーをこの向きで設置。この向きに置くことによって道沿いにフィットしたレイアウトになります。36に時計、45、55にかけて揺れる遊具の虎、46、56にかけて揺れる遊具のクマを設置します。揺れる遊具は2マスのうちの遊具がないマスに土の地面が来るようにしています。島作りをするときはなるべく人の通りが多そうなところを土にして剥げさせるように意識しています。続いて入り口をイメージして黄色のエアーアーチを57、58、59にかけて設置。その隣の60に水飲み場を設置します。脇の小道からもアクセスできるようにこの場所にしました。さらにここからはアイテム工房で作ったオブジェになるんですが、簡単に作れるので少し紹介します。オブジェからシンプルな形の敷く板を選択。すると左から3番目に敷石というテンプレートがあります。これを選択し、大きさをこのくらいに設定すればもう完成です。お好みで色の変更や雑草などを書き足してもいいと思います。これを入り口っぽくなる部分に配置します。私の場合は6、21、33、40、48、68に配置しました。メインの道というよりは補助的な道として所々に置くのが可愛いと思います。そしてこれで全ての家具が置き終わりました。あまり置きすぎても住民の行動が混雑してしまいそうなのでこのくらいにしています。次は植物を植えていきます。まずは口なしの生垣を4、5、7、8、34、44、66、67、69、70と2マスにかけて植えました。公園の外周をふんわりと囲うようなイメージです。次にひまわりを3と10に。背の高い花なので景観の密度を上げる目的で公園の奥側に植えています。次に黄色のチューリップを9、11、20、32、43、65。白いコスモスを2、18、25、49、64。黄色い水仙を14、42に植えます。
白と黄色の2色に絞って植えることである程度まとまりが出たと思います。最後に草むらを13、35、37、47、50、53にところどころ向きを変えて生やします。物足りない部分、もしくは住民があまり足を踏み入れなさそうな場所を意識して生やすと動線が自然とできると思います。次は柵を設置していきます。柵は1マスの外周の一辺に乗るように設置される特徴があります。なので同じマス上に家具や植物と一緒に置けて簡単に密度を出せる便利アイテムとなっています。それを踏まえて、まずは黄色の鉄の柵を公園の入り口にある車止めのポールに見立て14に設置。同じく40に設置しようとしたのですが、敷石のオブジェと被ってしまうので、40の右側にこの向きで設置します。続いて黄色のラティスを4の左側に縦向きになるように置いた後、6を除く4から10まで道沿いに連続させ、10、20と敷地を囲うようにクランクさせます。次に生垣に沿うように34、44の左側に2つ。こちらは先ほど置いた鉄の柵やラティスと直線状になるようにしています。そして68を除く65から70まで道沿いに沿って連続させ、70、60と敷地を囲うようにクランクします。数が多く複雑に感じたかもしれませんが、7×7 の正方形を囲うようにところどころ隙間を空けて設置したと思ってもらえれば簡単かと思います。次に木の杭を44、54の右側と54の下側、49の上と左側に設置します。花壇みたいなイメージで植物が多い場所の近くに飾るとナチュラルになると思います。最後に木の柵を19の4辺を囲うように設置。今は何もないので不自然ですが、ここには後で広葉樹を植えて、島の記念物みたいな、特に住民に大事にされているような、そんな雰囲気になるイメージです。ということでこんな感じになりました。やっぱり柵で囲うとゾーニングができるので、公共の場というか施設っぽい感じがさらに出る気がします。最後に仕上げです。1、19、54に広葉樹を植えて、私はおまけでアイテム工房で作ったケンケンパのオブジェを置いたり、砂浜につながる木の板の道の脇を左右対称にしたかったので、丸い街灯も置きました。これにてビタミンカラーな公園の完成です。おまけで別のカラーリングを紹介します。地面や家具の配置場所はほぼ同じで、色や種類だけ変えているので真似しやすいと思います。まずは涼やかな青系でまとめたのがこちら。遊具は青系が少なかったので、1種類に絞って同じものを並べました。左下はベンチ付きの自販機コーナーになっています。タイルは細々としていて色味も平坦じゃないので、家具の下に敷くと地面の寂しさが薄れておすすめです。次は大人っぽいナチュラル系。遊具は派手めな色が合わなかったのでホームベンチに変更。ダークブラウンの家具を取り入れて色を引き締めつつ、白い花で可愛さも出しました。自然由来の素材を使ったオブジェをメインに使っているのがポイントです。次はオレンジと黒で秋っぽくまとめました。エアアーチの場所に置き換えたイルミネーションツリーは枯れ木に近いので秋冬に大活躍。それに合わせて植物もススキや枯れた草むらなどを使い、少し寂れた感じにしました。
ジャックオーランタンは裏向きで使えばかぼちゃ畑も作れそうです。全体的に黒系でまとめてクラシカルな印象にしました。次は爽やかかつ都会的に。砂場だった4マスは海にして小さなプールに見立てました。家具は塗装されていないような素地系のカラーのものをチョイス。明るく清潔感のある印象になるように意識しました。植物はサボテンやヤシの木で夏っぽく、花は控えめにしてとにかく青々とさせたのがポイントです。アスファルトやコンクリートの道とよく合うと思います。以上で紹介を終わります。最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。